大本営陸海軍部発表。12月8日6時、帝国陸海軍は8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ、歴史的大発表は新聞通信社を通じて世界の隅々にまで電撃的に行き渡った。帝国の流体東亜の後輩、まさにこの一戦にあり、一億国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとに、この人中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。勝利は常にニーズのもとにありと確信いたすものであります。僕は高等科の2年生の時です。大東亜戦、あの当時大東亜戦争をやってね、大東亜戦争が始まったのが12月の8日で、その時にはまだこの村は300戸ほど当時は400戸ほどあったんですが、ラジオが入っとる家なんいうのはもう数えるほどしかない。1軒か2軒かで、役場と学校ぐらいにラジオがあるぐらいでね。で、すぐこの私とこの集落では一軒、その当時に疎開して帰った人が一人おって、その人、大阪から帰った人、その人がラジオを持っとったって、そのラジオを聞かせてもらいに12月8日の宣戦布告した家の前の道路でね、聞いたのを覚えておりますわ。なかなか賑やかな真珠湾攻撃を不意打ち食らわしてね、その時には確かにアメリカの連合艦隊叩きめんでしまうほど戦果上げましたけどね。アメリカと戦争したいうのは分かってもね、アメリカがどんな国なんかいうことも映画は分からんし、なんせ大きな国で、日本は小さな国で戦争をしよると。で、シナ事変が始まった当時でも、シナは農家で使うケラカゴ言うてね、こんな竹で編んだカゴがあるんだよ。高さはこれくらいなね。そこへ穀物なんか入れて、天秤棒で前後ろで担っていく。そのケラカゴがシナで、日本はコフゴ言って、コフゴいうこれくらいなカゴがあるんで、コフゴが日本で、コフゴとケラカゴと戦いよんじゃで勇ましいもんだろうというような大人から話聞かされてね、小さいとこか大きなとこと戦いよんじゃなというぐらいな印象しかなかったですね。高等科を卒業する年でしたからね、16年の12月8日に戦争が始まって、年明けて17年の3月に僕は高等科の卒業で、卒業してほとんどの人が軍需工場やそういうとこへ行ったんですけどね、僕は長男でもあるしいうことで、特に卒業する年に僕大病を患って、大病って1月の16日に寝込んで熱出して、
で1月の末にはもうこの近くの人はもう敏夫さんはダメじゃなというぐらい、その当時も注射も薬もありませんしね、病院なんかもないし、もう年のいたお医者さんが一人おられて、でその人も来てみてくれてやけど、注射も今あそこで打ったところに半分のことでそれをもろうてこよ言って持ってきて注射打つようなことでね、そういう患いをしたんです。それで3月の5日まで学校へ行けなくてね、3月の6日に板で学期末試験なんかは全く受けんと卒業になってしまったんです。そういう関係で体の養生もあるし、下から軍需工場いたりはできなんだんで、家で自分とこの家の仕事手伝うぐらいでね。学校義務教育終わると、その当時は青年学校いうのがあって、青年学校へ義務付けられとったからね、青年学校へ入って、で青年学校の2年生の時に学校で1時間目の教室へ入って待っておると、青年学校の教官ですね、教官が来て、今日学習する前にちょっと連絡事項があるで言われて、で海軍の志願兵の募集が来たんで、希望者を手を挙げ言われて、その時は20人余りだったかね、おったんですけど、誰も手を挙げるもんない、とっさのことやからね、しまいにもう希望者がないで、こっちから一応指名して願書を渡すで、帰って相談してこい言われて、4人指名された中へ僕も一人入ったんです。その自分になれば、私たちもその小学校の4年生の時からそういう出征軍人を送り、それから出征家族の家に奉仕作業にね、農繁期なんかは学校からも行くし、それから出征軍人を送った家の子供にはその自分学用品がもう不足しよったからね、でノートやとか鉛筆やとか消しゴムなそういうもんをセットにしたのを出征の留守家族の家の子供にはそういうものが特別に支給されよったんです。そういうことで出征軍人を送り出して祝出征の家何いう玄関に紙貼ったりねして、そういう啓蒙されておったからね、どうせ20歳が来れば兵隊に行かないかんのや、1年でも早く入って上官になっとる方がいうような気持ちが自分らも持っておったし、だから私とこは父親がもうその自分42になっとったんかね。で兵役がその当時40歳までだったんで、20歳から40歳までが兵役軍人年齢やで。で親父はもう兵隊には行けんって。で僕の弟は僕より8つ9つか下やからね。でまだ先のことになる。自分がいかんと出征軍人を送り出した家にならんからいう気持ちが子供なりにあってね。それで行くことに家で祝儀立決して、親もどうせ行かないかんのやでということでね、でもう志願で行くいうことに決めてしまった。そうやね。もう行かなければいかんいうもう気持ちがあるでね。それが
正しくても正しくなくても上官の言われたことは正しいと、うわーすごいなと思いましたね。大きかった。お城か思うような言ってね。